こんにちは、ミッキーです。今回は2026年版東京喫茶店7000プラス1です。再開発が進み、街の景色が大きく変わり続ける東京。その一方で長い時間をかけて親しまれてきた喫茶店文化は今も各地に残り続けています。店内の照明や椅子、メニュー構成にも時代ごとの特徴が残されていまして、コーヒーを飲むだけではない時間を楽しめるのも喫茶店の魅力です。そんな数々の喫茶店から今回は東京の喫茶店を7つピックアップ。加えて特にお勧めしておきたい横浜の店舗も1店舗ご紹介します。春の環境変化とともに疲れがたまるこの季節、ぜひリラックスできる隠れ家として参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、朝から楽しめるような魅力的な喫茶店、六曜館というお店です。上野は喫茶店の聖地なので、他にもたくさんの有名店があるんですけども、こちらの店舗も温かみがあってとてもおすすめなので、ぜひチェックしてほしいです。レンガ造りの外装に赤いひさしの外観、入る前から渋くレトロな雰囲気が漂っています。実は JR 御徒町の近くにコーヒークラブ六曜館という名前の地下喫茶があったんですけども、そちらは多くのファンに惜しまれながら2019年に閉店してしまいました。実は今回ご紹介する六曜館が本店になっていまして、閉店した御徒町店はオーナーさんからのれん分けによって創業したとのことでした。こちらは店内に入りますとまさに純喫茶の装い、ダークブラウンの昭和感満載の木製テーブルとカウンター、天井から吊り下がるランプも味を出しています。こちらで提供されますフードメニューはツナや卵などの具材から選べるサンドイッチに加えまして、シンプルなバタートーストやピザトーストなどのパン系のメニュー、また喫茶店といえばのナポリタンやたらこスパゲティ、ドライカレーやチキンピラフなども充実しています。11時から15時まで楽しめますランチセットは日替わりパスタとサラダにコーヒーもしくは紅茶をセットでいただくことができます。店内の看板には今日のランチと記載がありましたので、日替わりで様々なメニューを楽しむことができそうです。この日はナポリタン、ナスと豚肉の和風パスタ、五目ピラフの3種類がランチで提供されていました。ドリンクはコーヒーに加えましてウィンナーコーヒー等のアレンジメニューもありましたし、フロートもラインナップされていました。その中、この日は朝活で訪れましてモーニングサービスを注文しました。平日は8時、土曜日は9時のオープンなんですけども、開店から11時まで提供されるモーニングサービスはドリンクメニューにプラス300円をつけることで、トーストや卵、野菜などがセットになる良コスパなサービスになっています。この日はホットコーヒーにプラスしてモーニングサービスの A セットをいただきました。シンプルながらも忙しい朝にはぴったりなサービスになっていました。続いてご紹介しますのはコーヒーハトヤ。浅草で長年親しまれてきた昔ながらの空気感と優しい甘さの喫茶メニューをゆったりと味わえるような純喫茶。流行に左右されないシンプルな喫茶メニューを懐かしく親しみのある空間で楽しめる、地元の人にも観光客にも愛され続けている一軒です。創業から長くこの地で営業を続けてきた老舗喫茶店で、浅草の街の移り変わりを感じることもできます。メニューも雰囲気も大きく変えずに昔ながらを守り続けていますので、思い出に残っている方もいるかもしれません。内装はテーブル席を中心としたコンパクトな作り、レトロな家具や落ち着いた照明が作る空気感はまさに純喫茶そのものです。メニューも様々あるんですけども、とてもコストパフォーマンスがいいので穴場的に押さえておくのも良さそうです。ドリンクメニューも非常に豊富でメニューいっぱいに広がっていますし、喫茶店ならではのクリームソーダやコーラフロート、バナナジュースやミルクセーキなんかはとてもお勧めしたいです。そんな数々のメニューから今回いただきましたのはホットケーキとクリームソーダ、なんと両方650円でいただける破格です。まずクリームソーダは丸みを帯びた小ぶりのグラスに入った見た目も可愛らしい一杯、トップにはバニラアイスが乗ってポッキーが添えられているところが遊び心あふれます。
そして特におすすめなのがホットケーキ。こちらで提供されますホットケーキは2枚重ねの王道スタイル。表面はこんがりと焼き上げられまして、ナイフを入れるとふんわりとした弾力が伝わってきます。口に運んでいくと、卵と小麦の優しい甘みがじんわり広がるような素朴な味わい。甘さは控えめで、生地そのものの美味しさをしっかりと感じることができます。溶けたバターも生地に染み込んでいくことでコクが加わり、シンプルながら満足感の高い仕上がりになっています。ふかふかと軽やかでありながら程よく食べ応えもあり、軽食にもおやつにもぴったりで懐かしさを感じるような美味しさでした。特段インスタ映えするような空間というわけではないんですけども、味わいもコストパフォーマンスも本当におすすめになっていますので、東京の下町らしさ、そして浅草らしさを感じるのにはうってつけのお店です。続いてご紹介しますのは、神田にありますレトロな喫茶店、コーヒーハウスロフトでございます。こちらは FM ラジオ局 J-Wave の BGM が流れる昔ながらの喫茶店でございます。その歴史は40年近くにもなるとのことで、神田に根付く知る人ぞ知る隠れ家的な喫茶店でもあるようです。ちなみに近年は珍しい喫煙可能な店舗でございますので、タイミング次第では煙が気になるかもしれません。ちなみに私はこの日、平日の朝にモーニングいただきに伺ったんですけれども、喫煙者は少なかったため、非喫煙者の私でも気にならないほどでございました。本当この神田のエリア自体が結構レトロな空間が広がっていますし、このコーヒーハウスロフトさんも事前に調べておかないと通り過ぎてしまうような印象でございましたので、ぜひ宝探し的に探していただいて、訪れていただくととてもいいかなと思っています。そしてこちらが注目のモーニングサービスになっていまして、朝7時から10時までの限定サービスになっています。モーニングとは言っても9時から始まるようなそんなお店も多い中、こちらは7時からやっているところもおすすめかなと思っています。こちらご覧いただきましたモーニングセットの B セットでございます。で B はセットなんですけども、 A はブレンドコーヒーもしくはアメリカンコーヒーのみのメニューになっていまして、そのコーヒーに加えまして厚切りトーストとゆで卵がついてくるのがこちらの高コスパな B セットになっています。ちなみにそのドリンクをコーヒー、アイスコーヒーもしくはミルクや紅茶に変えたセットは C セットでございまして、そちらも700円でいただくことができますので、20円の違いということもありまして、比較的気にならない値段の差かなと思いますので、ぜひ気になるメニューを頼んでほしいなと思っています。続いては神保町と水道橋の間にある隠れ家。路地裏に灯る静けさと甘さの贅沢を堪能できますお店です。都会の喧騒を忘れ、ほっと一息つける隠れ家的なカフェ。ビルが立ち並ぶ東京神保町の一角、路地を一本入ったところにふんわりと明かりを灯すカフェがトロワバグベールです。ネルドリップで入れるこだわりのコーヒーと焼きたてのクレープをゆったりと楽しめるような小さな癒しの空間。店名からも連想できるんですけども、どこか南フランスの避暑地を思わせるような店構えと静かで優しい時間の流れが魅力の都会のオアシスです。読みかけの本を片手に一人で訪れても誰にも気を使わずにくつろげる、そんな大人の居場所になりそうな場所でもあります。実はここ、昭和レトロ喫茶カフェトロワバグの精神を受け継ぐ2号店。過去にトロワバグさんもご紹介してるんですけども、こちらはまた違った雰囲気でとても素敵な空間でした。創業から間もなく50年を迎える老舗カフェトロワバグの姉妹店として2020年6月にオープンしています。レトロとナチュラルが溶け合うような絵本の中のような世界。外観は黄色の窓枠に白いドア、そしてどっか懐かしいような黄色い壁が印象的です。店内はアンティークの家具やランプに彩られ、優しい光がふんわりと空間を包み込んでくれます。そんなトロワバグベールさんでいただいたのは人気ナンバーワンのスイーツ系クレープ、クレーププリンアラモード、そしてカフェオレのセットです。クレープはもちもちの生地で自家製プリンを丸ごと包んだような贅沢な一品。しっかりとした苦味のある自家製カラメルソースがプリンの優しい甘さを引き立てて、コーヒーとの相性も抜群。トロファー食感のプリンと熱々のクレープ生地の温度差もまた楽しかったです。一緒に頼んだカフェオレはまろやかでいて芯のあるような味わい。特にミルクが抜群に美味しく、冗談抜きでこれまで飲んだカフェオレの中でもナンバーワンだと感じられるほどでした。今回いただいたクレーププリンアラモード以外にも全粒粉入りのもちもちのクレープは魅力的。本店で評判のグラタントーストにヒントを得たといいます
とろーりトマトグラタンクレープはランチにもおすすめなので、もしランチタイムに訪れる機会がありましたら、そちらのお食事系のクレープもいただいてみてほしいです。静かな頃にふさわしい優しい一杯をこちらで堪能してください。さて、今回東京喫茶店特集ですけれども、個人的に横浜からもお勧めしたい店舗がありましたので、ここでご紹介します。横浜馬車道エリアで明治の西洋館の雰囲気を今に伝える喫茶店として知られています馬車道10番館。横浜開港の頃、海岸沿いに建てられた外国の商館の建築様式を参考に、明治の西洋館を再現した赤レンガの建物が通りを歩くだけでも目を引く存在感を放っています。ここはかつてガス灯の設置に尽力した高島嘉右衛門家の旧跡地。その歴史を物語るように、お店の前と脇には今も3本のガス灯が灯り、お店のロゴマークにもなっています。ちなみにこちらは立地的には関内駅からも向かうことができますので、関内で予定がある方も訪問してみてほしいです。そんな馬車道の街並みを歩きながら気軽に立ち寄れるような立地のこちらの店。人気店になっていますので、平日でも行列ができることがあります。特に休日はご覧の通り階段沿いまでずらりと並んでいきますので、早めの来店がおすすめです。ちなみにこの日は日曜日の昼過ぎに訪問で30分ほど待ちました。今回1名の利用だったので30分で済んだかもしれませんが、大人数の場合には待ち時間は十分に確保した方が良さそうです。1階は洋菓子売り場と喫茶室、2階は英国風バー、3階はフレンチレストランとフロアごとに異なる魅力があります。今回は喫茶室のご紹介なんですけども、気になる方はそちらの2階の英国風バーだったりとか、3階のフレンチレストランも堪能してみてほしいです。なお、店頭で販売されています焼き菓子も一つ一つ注目。お土産にも購入してみてほしいです。特に注目なのはビスカウトといいます甘さ控えめのクリームをサンドした厚みのあるビスケット。毎朝自社工場で職人が丹精込めて手作りで焼き上げています。文明化の象徴でもあるガラス灯の模様があしらわれた横浜らしい一品になっていますので、お土産にもおすすめです。またケーキも様々な種類がありまして、季節限定メニューもありますので、1回と言わず何回も訪問してほしいような、そんな空間になっていました。さて、こちらは店内の喫茶室の様子。店内はファンが回る吹き抜けの天井の下、アンティークな調度品が置かれ、ステンドグラスや暖炉もありまして、まるで洋館に迷い込んだような空間。そんなクラシカルで落ち着いた雰囲気でありながらも、天井が高く開放的。明るく親しみやすいのがこの喫茶室の特徴です。加えてお店自慢のオリジナルコーヒーとケーキ、そして先ほどご紹介した洋菓子、様々な組み合わせで注文してみてほしいです。コーヒーに関しましては、別途つけてくれますクリームとの組み合わせがおすすめ。10番館の伝統的なスタイルとしてウインナーコーヒーを楽しむこともできるようです。もちろんコーヒーが苦手な方にお勧めできるような紅茶もご提供。紅茶も馬車道10番館オリジナルティーとしてご提供されまして、アッサム主体のブレンドでミルクまたはレモン、そしてオレンジでいただくことができます。またスイーツに関しましては、ホットアップルパイや10番館パフェ、モンブランオショコラや10番館プディングロワイヤルなど喫茶らしいメニューが提供されていますので、気になるものからご注文ください。そんな数々のメニューから今回いただきましたのは卵サンドとクリームソーダ。クリームソーダは綺麗な色目が目を引く、見た目にも楽しい一杯。炭酸の爽やかさと程よく感じられる甘さにふわりと乗ったアイスクリームが溶け出していく様子も喫茶店らしい風情を感じさせてくれます。そして個人的に感動したのが卵サンド。卵サンドは洋風に焼き上げた厚焼き卵を自家製パンにサンドした一品。ふわりとしたパンと注文を受けてから焼き上げられるこだわりの厚焼き卵が柔らかく重なり、口の中でほどけるような食感が印象的です。そしてもう一つ注文しましたのは喫茶ショートケーキ。10番館自慢の定番商品で、丸いスポンジの間に北海道産のフレッシュクリームといちごスライスをサンドした注目メニュー。ぜひデザートも含めて最後まで堪能してみてほしいです。続いては三越前駅から
ミカドコーヒー店の日本橋本店。三越前日本橋エリアで長く愛され続けていますコーヒーとスイーツを楽しめる老舗。1948年創業の歴史を持ち、日本橋を代表する喫茶店の一つとして多くの人に親しまれているお店です。場所は三越前駅から徒歩2分ほど。実は2025年9月末をもって旧店舗での営業を終了。過去の動画で旧店舗もご紹介していますが、こちらは2025年の10月から日本橋の本ビル3にて仮店舗として営業をスタートしています。長年親しまれてきた場所からの移転ではあるものの、日本橋の街で変わらぬ味と時間を提供し続けています。仮店舗ということで、こちらでの営業も約6年から7年を予定していまして、その後は大型複合ビルの完成に合わせて再び元の場所へ戻る計画となっています。歴史を重ねながらも日本橋の街と共に歩み続ける存在であることが感じられます。店内はどこか懐かしさを感じさせる落ち着いた空間。大きな窓からは光が差し込んでいますので、レトロでありながら入りやすさも人気の理由です。席は2階30席、3階12席と分かれていまして、ゆとりのある設計。幅広い年代の方が思い思いに過ごしている様子を見ることができます。決済は現金のみ。Wi-Fi や電源の設備はありませんけれども、それも含めて昔らしさを感じてみてほしいです。そんなミカドコーヒーで一番のおすすめは日本橋ブレンド。ミカドコーヒーの基本となるブレンドで、半熱風焙煎機で丁寧に焼き上げられた芳醇かつふくよかな香りと軽い酸味、あっさりとした苦味が感じられるマイルドで飲みやすいコーヒーです。この日もいただいているので後でご紹介するんですけども、なんとそのお値段は390円。今のご時世でコーヒー1杯500円以下でいただけるのはとても貴重になっていますので、そのクオリティと価格のバランスの良さは抜群です。そしてコーヒーの他に様々な喫茶メニューも注目。人気順にモカゼリー、コーヒーフロート、モカエスプレッソ。ぜひコーヒーと一緒に楽しんでみてほしいです。そんな中、この日にいただきましたのは先ほどご紹介しました日本橋ブレンド、そしてもう一つモカソフトです。モカソフトはミカドコーヒー店の名物メニュー。コーヒーの風味をしっかりと感じられるソフトクリームです。甘さの中にほんのりとした苦味がありまして、単調にならず最後まで食べ進めやすい仕上がりになっています。シンプルながらも工夫が感じられる一品。幅広い世代に親しまれている理由が伝わってきます。そのソフトクリームの高さも特徴的で、崩れずうまく作り上げてくれるのも熟練の技を感じました。続いてご紹介しますのは、銀座エリアにありますフランス屋というところでございます。こちらのお店は1980年のオープン以来、銀座にて根強く愛されています老舗喫茶店になっています。フランス屋さんの近くにはスターバックスもあるんですけども、こちらの店は隠れ家的に存在していまして、コスパも非常に良く、銀座に行く際はぜひとも押さえていただきたいお店でもございます。こちらのお店は関西圏で長い歴史を持つ英国屋グループが東京に進出した際の第1号店だということでございまして、あえて英国屋の名前を使わずフランス屋という名前にしましたのは、銀座の有名オーダースーツ店、銀座英国屋との混同を避けるためだったということでございます。日本橋や神田のエリアは喫煙可能な喫茶店も多い中、こちらフランス屋は2020年4月から完全禁煙になっています。喫煙という観点に関しましては賛否が分かれることかと思いますけれども、非喫煙者の方々にとってはより使いやすさが増しているかなと思います。こんな形で店内も非常に広々としていまして、座席数は74席と非常にたくさんありますので、そういったところもおすすめでございますし、昔ながらの喫茶店でもありながらカードや電子マネー、QR コード決済に対応している点もおすすめでございます。もちろん現金も対応可能です。特におすすめなのは平日のモーニング。朝8時からオープンしていまして、穴場でございますし、モーニング自体も11時までやっていますので、そういったところも嬉しい部分かなと思います。今映しております通り、コーヒーメニューに関しましてはおかわり1杯無料サービスになっていたり、他にもミックスフルーツジュースやクリームソーダなど、まさに喫茶店らしさを感じるようなドリンクメニューもありますので、ぜひ気になるメニューを頼んでほしいなと思います。今さっき申し上げましたモーニングセットに関しましては3種類から選ぶことができまして、この日は一番がっつりな C セットをチョイスしました。後でご紹介しますけれども、 C セットはバタートーストに目玉焼き、ソーセージとサラダがついた贅沢セットになっていました。
ちなみに最も安い A セットだとバタートーストがついて750円。もちろんコーヒーもおかわりできますのでコスパ間違いなしかなと思います。地下なので少し暗めではありますけれども映え空間でもございますので、ぜひお気に入りの写真も合わせて撮ってみてほしいなと思います。こんな感じでモーニングメニュー以外にもフードメニューに関しましてもとても豊富でございますので、訪れていただいてメニューもじっくり吟味していただくのもとてもいいかなと思います。またプラス200円でこんな形のスープをつけることもできますので、ぜひモーニングサービスに加えてスープをいただきたいという方に関しましてはこちらも頼んでほしいです。そして今映していますのが先ほど申し上げましたモーニングセットの C セットでございます。この日もこちらでモーニングいただいてから出社してるんですけども、結構がっつりいただけますので、例えば打ち合わせの時間が少し遅い場合に関しましてもこちらでがっつりいただいた上で出社するというパターンもとてもおすすめかなと思います。私自身がこちらのフランス屋さんを訪れるときは平日のことがとても多いので、なかなか土日の様子とかはわからないんですけども、もう平日は本当にこんな形でほとんど人がいない様子だったりしますので、とてもおすすめですし、土日に関しましても知らない方ももしかしたら多いかもしれないので、結構穴場的に使っていただけるかなと思います。続いては茅島さんのご紹介。1975年に創業した老舗喫茶店茅島。吉祥寺駅中央口から徒歩5分の距離にあり、茅島というのれんに青と白の日差しがノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。すでにオープンしてから50年近い年月が経っており、地元吉祥寺に根付くそこにあることが当たり前な喫茶店とのことです。こちら最近は孤独のグルメシーズン1で井の頭五郎さんが訪れたこともあり、聖地巡礼のお客さんで平日でも行列ができます。この日も少しランチタイムをずらして13時頃に訪問していますけれども、2組待ちで入ることがやっとでした。ただその後14時頃になりますとご覧のように空席も出始めていたので、そのあたりの時間が穴場になるのかもしれません。内装は昭和のスナックのような革張りのソファーにシンプルなテーブル席が数択、どこか懐かしい雰囲気に包まれています。食事メニューはまさに老舗の喫茶店そのもの。ポークジンジャーやハンバーグ、オムカレーなどがっつりこってりなメニューがたくさん並んでいまして、目移りしてしまいそうです。実際にドラマの中でもたくさんのメニューがあって、井の頭五郎さんが悩んでいる様子が印象的でした。さてこちらは今回注文しましたナポリタンの平日ランチ。ナポリタンに味噌汁とサラダがついてきて、これだけでもボリューム満点。作中の中ではこちらのナポリタンにハンバーグをトッピング。ファンの間では井の頭五郎セットとして親しまれているようです。そんなトッピングのハンバーグはなんとプラス100円で提供いただけます。ハンバーグ以外にもポークジンジャーやウインナー、シューマイの全4種類から1品を付けられます。またご飯および麺に関しましては大盛りでプラス100円、やや盛りでプラス50円と満腹感を大事にしたい方には特にお勧めできるような店舗です。そんな注目のナポリタン、期待を裏切らないこれぞ喫茶店のナポリタンという味に思わず頬が緩んでしまいます。太めでもっちりとした麺に甘めのケチャップソースがたっぷり絡んだナポリタン。具材は王道のピーマンに玉ねぎ、厚切りベーコン。量もかなりボリューミーでたくさん食べたいような男性を中心に満足感たっぷりかなと思います。さてここからはアタトーク。昔ながらの喫茶店、あなたはどんな時に行きたいというテーマです。今回様々な喫茶店をご紹介したんですけれども、あなたはどんなタイミングで喫茶店を訪問したいですか？私自身は休日に訪問することもあれば、仕事終わりのひとときにほっと一息つくために利用することもあります。またあえてランチを少し減らすという意味で、平日の昼休憩に喫茶店を訪問してコーヒー一杯と軽食だけで楽しむというのもおすすめな過ごし方です。もちろん茅島さんのようにランチにも使えるような喫茶店に関しましてはランチタイムでも混んでしまうことはあるんですけども、他の喫茶店に関しまして食事というよりは軽食用途で使えるような喫茶店に関しましては意外とランチタイムが穴場になっていますので、そんな利用もいいかもしれません。今回の中で言いますとトラバグベールだったりとかミカドコーヒー店、六洋館なんかに関しましては軽食をメインにしつつコーヒーやドリンクを楽しむような店になっていますので、特にランチタイムは穴場かもしれません。とはいえ様々な楽しみ方ができる喫茶店、ランチでは混んでいてもディナータイムには空いていることもありますので、様々な時間ごとでおすすめの楽しみ方を探していただければと思います。もし皆さんでもお気に入りの喫茶店ありましたら教えてください。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。またインスタグラムでは最新の情報をお届けしていますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また本チャンネルではメンバーシップもやっています。
これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。